こんにちは、ミッキーです。今回は完全攻略シドニーグルメ15選としてご紹介します。前回シドニーの見どころをご紹介してきましたけども、今回はグルメ特集。オーストラリアといえばのオージービーフ。それ以外にも南半球最大のシーフードマーケットがあり、魚介類も多く食には困りません。そんな国土も広く食に恵まれているオーストラリアの食料自給率はなんと 150%。その多くが国産で輸送コストも低く、添加物も抑えられているため、健康的にグルメを楽しめるまさに天国のような空間です。お食事系のメニューはもちろんのこと、世界一の朝食として知られているビルズの本店があるシドニーはパンケーキなどのスイーツも充実しています。ぜひ今回の動画を参考にしていただいて、皆さんの旅も充実させてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはシングル O サリーヒルズというところです。2003年にオープンし、その後オーストラリアのみならず日本にも展開しているシングル O の最初の焙煎拠点。シングルオリジンを中心に最高のコーヒーを提供してくれることはもちろん、ボリューミーかつフレッシュなお食事メニューを楽しむことができます。朝は7時からオープンしていまして、この日も仕事前のひとときとして朝食を楽しむお客さんで溢れていました。コーヒー大国としても有名で、日本でも数多くのバリスタさんが修行に訪れるオーストラリアですけれども、中でもハンドドリップのスタイルで豆本来の味を楽しめる希少な店舗がこちらのシングル O さんです。もちろんラテやフラットホワイトなどエスプレッソ系のメニューを楽しむのも抜群ですけれども、ぜひフィルターコーヒーとして豆の味わいをじっくりと噛み締めてほしいです。そんなこちらの店舗はタップコーヒー発祥の地でもあるとのこと。以前日本橋編の特集でシングル O 浜町のタップコーヒーを体験しましたけれども、その本場の仕組みをここで確認することができました。さて、そんな注目度の高かったシングル O さんでいただきましたのは The アボショー、ベーコントッピング、マザーシップボール、フィルターフライツ、そしてラテです。今映しています The アボショーはアボカドを贅沢に使ったメニューで、おすすめされていたベーコンをトッピングしました。トッピングと言いますと、日本だと申し訳程度に1枚だけ添えていただくような感覚でしたけれども、ご覧のようにめちゃくちゃボリューミーなベーコンをつけていただくことができました。こちらはマザーシップボールという野菜たっぷりな栄養たっぷりなメニューになっています。もちろん量は多いですけれども、ヘルシーにいただくことができますので、ペロリといただくことができそうです。基本的にオーストラリアのメニューはヘルシーなものが多かった印象でございますので、朝から贅沢にお腹を満たせるような空間が多かったです。そして上に映ってますのがフィルターフライスというメニュー、そしてこちらがホットラテです。先ほどご紹介しました通り、エスプレッソドリンクももちろん美味しいですけども、ラテではなくコーヒーのブラックで楽しめる方はぜひこのフィルターコーヒー楽しんでほしいですし、ちょっと苦手な方に関しましても苦さよりもフルーティーさを感じることができるコーヒーが多いので、ぜひ試してください。続いてご紹介しますのは AP ベーカリーというお店です。こちらはパラマウントハウスホテルというところに入居しておりまして、その屋上にある店です。素材にこだわり、提供されるその瞬間までこだわり抜く本格ベーカリー AP ベーカリー。シドニーのサリーヒルズにあります有名ホテル、こちらパラマウントハウスホテルの屋上にお店を構えています。もちろん今回ご紹介しますのは AP ベーカリーさんですけれども、パラマウントハウスホテルも注目のホテルになっています。100年ほど前に建てられましたレンガ造りの倉庫をリノベーションしてできたホテルで、日本人からの人気も高いとのこと。パラマウントピクチャーズスタジオといいますパラマウント映画のオーストラリア本社として使われていたとのことで、館内にはシネマスペースもあるようでございます。そんなパラマウントハウスホテルさんの1階にはパラマウントコーヒープロジェクトといいますカフェレストランもありまして、そちらも冒頭でちらっと映していますので、くつろぐ際の選択肢としていただくのも良さそうです。今回こちらのパラマウントハウスホテルさん宿泊しなかったんですけども、動画の概要欄に予約のリンクを載せておきますので、よかったら確認してみてください。さて話を戻しまして AP ベーカリーさんについて、
ご覧のように美味しそうな焼きたてのパンがずらりと並んでおりまして、パンの味は間違いなしでございます。こちらの店舗は系列店の最初の支店としてオープンしておりまして、営業時間は7時半から15時まで。先ほど映していました通り、パンの種類も非常に豊富でございまして、しょっぱい系から甘い系まで様々提供されています。また購入したパンに関しましては、こちらの開放的な空間にいただくことができます。ちょっと仕組みがわからずに普通に座ってしまったんですけども、本来であれば店員さんに声をかけて席を確保した後に注文するのが正しかったみたいです。こちらは今回この日にいただいたメニューになっています。こちらのパンに関しましてはこだわりがとてもありまして、契約農家さんから直接仕入れた穀物を小麦粉に製粉するところから始めています。そんな製粉の翌日に焼き上げているこちらのパンの数々、まさに新鮮なパンは栄養価も高く満足すること間違いなしでございます。もちろんテイクアウトも可能でございまして、食べ歩きにも抜群なのでぜひいただいてみてほしいです。こんなベーグルサンドなんかもございました。続いてはオーストラリア発祥の地とも言われていますロックス。有名なのはロックスマーケットと呼ばれていますフリーマーケット。土日のみ開催とのことで、今回はタイミングが合わず開催がなかったんですけれども、フリーマーケットの多いシドニーにおいても特に有名だとのこと。現地の空気を知るという意味でも訪れると良さそうです。ちなみにこの日の目的はロックスで超有名なパンケーキ屋さん、パンケークスオンザロックス。名前の通りパンケーキが有名なお店で味は間違いなし。実はステーキやピザ、朝食プレートなどお食事系のメニューも豊富なので、カフェタイムやモーニング以外での訪問もおすすめです。そんなこちらのパンケークスオンザロックスさんなんですけれども、1975年に誕生したロックス地区では欠かせないパンケーキの有名店になっています。もともとアメリカンレストランで人気のあったパンケーキをオーストラリアに広めるべく創業者がオープンしたお店で、創業当初からパンケーキが主役。一方で先ほど申し上げましたようなお食事系のメニューに関しましては、1994年から続々と誕生してきていまして、ピザやサラダ、クレープなど様々ございます。特に人気なのはビーフリブやポークリブだとのこと。パンケーキを食べつつ、さらに余裕がある方はそちらも注文してみてほしいです。また席の数も非常に多くて、ロケーションも抜群でございますので、席に余裕がありましたらお気に入りの席を選んでいただいていただくのが良さそうです。さて、今映しております通り、メニューの中にはモーニングというカテゴリーがあるんですけども、実はこちらは終日提供されています。パンケーキはもちろんのこと、卵やベーコン、ポテトやパイナップル、ソーセージなど様々な食材を組み合わせたメニューが用意されていますので、ぜひ満足感たっぷりいただいてみてほしいです。そして驚くべきもう一つの点は営業時間の長さ。朝7時半からなんと夜は24時まで営業。さらに週末の金、土は翌朝の2時まで営業していますので、個人的なプランニングのおすすめとしまして、他のお店や観光スポットを巡る予定を立てた上で、朝や夜など空いた時間にこちらに訪れていただいて、パンケーキを味わっていただくというのが効率的かもしれません。さて、こちらこの日いただきましたフラットホワイトとロングブラック。基本的にコーヒーがめちゃくちゃ美味しいシドニーですけれども、コーヒーの値段に関しましては、日本で同じレベルのコーヒーをいただくよりも気持ち安いように感じられましたので、そこもお勧めできるようなポイントです。さて、お食事系のメニューとしていただきましたのは、ベーコンエッグンハッシュという朝食メニューと、デビルズデライトというパンケーキです。ベーコンエッグンハッシュは、ハッシュドポテトにベーコンと目玉焼きがついたザ朝食なメニュー。本当はこちらのパンケーキだけでいただこうとしたんですけども、やはりしょっぱいものと組み合わせていただきたいなと思いまして注文しました。そしてもう一つはデビルズデライト。ベーシックなパンケーキも気になったんですけども、ここだからこそ楽しめると感じましたので、チョコレートのパンケーキをチョイス。ストロベリーとチョコレートアイスクリームを添えつつ、最後にさらにチョコレートソースをかけたまさにチョコ尽くし。お店の公式インスタグラムでも悪魔的と表現されているこちらの味。ぜひお試しいただいて旅の思い出にしてみてほしいです。続いてはサーキュラーキーの周辺でお店をご紹介していきます。サーキュラーキーなどのキーワードに関しましては前回の動画を確認していただいて、その立地も含めて見てみてほしいです。こちらはハリケーンズグリルというお店。スペアリブが絶品のお肉料理が大人気のこちらのお店。数々のレストランに関する賞やステーキに関する賞を受賞しておりまして、専門家から見てもクオリティに定評のある名店です。この日もスペアリブが食べたくて訪れることにしました。
先ほど申し上げました通り、サーキュラーキーからも近い立地なので、シドニーフェリーでの移動前や移動後など、都合の良さそうなタイミングで訪れてみてほしいです。そんなこちらのハリケーンズグリルさんでいただきましたのは、ビーフリブスのハーフサイズ。後で映像で映しますけれども、ハーフサイズでも十分なサイズだと感じられました。骨付きのお肉なので 600g で注文しても結構多いのかなと思いつつ、骨の部分も含まれているということを踏まえますと、量が多いと言いつつ、グラム数のイメージが湧きづらいというところもあるかと思います。さて、こちらが実際に注文しましたビーフリブの 600g です。値段は5000円程度と少し高いように感じるかもしれませんけれども、必見なメニューです。ここだからこその味わいの秘密はソース。ハリケーンのオリジナルソースを塗った上で柔らかくなるまでグリルしているとのことで、ぜひその間違いのない味わいを堪能してみてほしいです。さて、そんなハリケーンズグリルさんでお肉をいただいた後に食べ歩きでいただきましたのは、こちらのオークベリーアサイという店です。世界ナンバーワンのアサイブランドとして知られますオークベリー。魅力はトッピングが無制限な点。贅沢にアサイの魅力を堪能することができます。残念ながら日本には上陸してないんですけれども、古くから重要な食料源として位置づけているブラジルをはじめ、世界中で幅広く愛されていますこちらのオークベリー。ぜひ日本にも上陸してほしいように感じました。この日はこちらのアサイーボールとアサイースムージーを一つずつ注文。値段的にはコーヒーほど気楽にというわけにはいかないものの、健康的かつ手軽でもありました。続いてはシドニーの鉄道網の中心であり、近郊電車シドニートレインズと長距離列車トレインリンクが発着するこちらのセントラルステーションです。駅の規模と乗降客数は州内で最大の駅。こちらのセントラル駅の前身となるシドニー駅は1855年に開業しています。当初は木造だったんですけれども、1874年には利用者の増加に伴いレンガ造りの駅舎に建て替え、その後新ターミナル駅への移設が決定し、1906年に現在の駅舎が完成しました。その後も人口増加に伴って駅は増設が進みまして、巨大な駅へと変貌していきました。そんなセントラルステーションでぜひ訪れてほしいのがこちらのオールプレスエスプレッソさん。1989年にニュージーランドで誕生し、日本でも焙煎所を構える有名店です。過去に清澄白河の焙煎所や虎ノ門ヒルズの店舗も訪れていましたので、私とても楽しみにこちらの店を訪れています。ニュージーランド発祥ではあるものの、同じくオセアニア地域の店舗に行けて満足感も高かったです。実際に街歩きをしている中でも、こちらのオールプレスさんのカップを持っている人が多く、現地でもファンが多いように感じました。エスプレッソとついていますので、ぜひエスプレッソドリンク、オーストラリアでいうとフラットホワイトもしくはロングブラックでいただくのが個人的なおすすめです。さて、ここで海外旅行保険についてご紹介します。海外旅行保険は個人的にエポスカードで付帯することをお勧めしています。おすすめのポイントは何といっても保険適用条件が簡単であるところ。パッケージツアーはもちろんのこと、航空券を購入したり、空港に向かうまでの電車、バス、タクシー代、いずれかの一つの支払いをエポスカードで行うだけで海外旅行保険が付帯されます。この手軽さがおすすめなので、まだお持ちでない方はぜひこの機会にカードに契約してみることをお勧めします。本動画の概要欄にも載せていきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私が普段使っているのはビューカードと楽天カードなんですけども、まずはビューカードについて、こちらも結構お手軽になっています。と言いますのも、ビューカードでチャージしたスイカで空港まで移動することでも保険が適用されます。またツアー料金の支払いでも適用されます。ただ先ほどご紹介した航空券の購入は適用外なので、そちらはエポスカードの方が利点があるかなと思います。そしてもう一つ使っています楽天カードですけれども、こちらはツアー以外の支払いは適用されずに、例えばツアー申し込み忘れた場合に、エポスカードやビューカードに関しましては空港まで移動するだけで適用されるんですけれども、残念ながら楽天カードはツアー以外の支払いでは適用されませんので、そこがお勧めしていないポイントになっています。ちなみにオーストラリアの交通機関に関しましては、いずれもクレジットカードのタッチ決済のみで移動することができましたので、ぜひタッチに対応していますクレジットカード、特にエポスカードをお持ちの上で海外旅行に行かれると安心かなと思います。さて、ここで少しお土産用にお勧めしておきたいスーパーのご紹介。こちらはコールズというスーパーで、今回の旅でもとてもお世話になりました。他にはウールバースというスーパーもありまして、そちらもお土産購入含め何度か訪れましたので、どちらかを訪れてみてお得にお土産を購入ください。ウールバースのショッピングバッグが右上の緑色のもの。
コールズさんのショッピングバッグが左上のものになっています。今回グルメ特集なので少し説明を省きますけれども、今映していますお土産は定番のメニューになっていますので、気になる方はぜひスクリーンショット等を撮ってスーパーの中でも探してみてほしいです。個人的にはネスカフェとティムタムのコラボインスタントコーヒーがお気に入りでございました。さて、そんな数々のお土産の中でも個人的にピックアップしてご紹介したいのがこちらの T2。T2 はオーストラリア発祥の有名紅茶店。ご覧のように紅茶を幅広く取り扱っていまして、パッケージがとても美しいです。オーストラリアには60店舗ありつつ、イギリス、ニュージーランド、アメリカ、シンガポールにもお店があるようです。実は2024年今年の2月から大阪のアパートコーヒースタンドでも取り扱いをスタートしたとのこと。もし大阪にお住まいの方は実際に楽しむことができます。とは言っても日本人にとってはなかなか行く機会のない店舗だからこそ、オーストラリアに行った際は購入してみてほしい店舗でございました。ここからは2店舗ほどテイクアウトでコーヒーいただいたお店をご紹介していきます。こちらは前回の動画でもご紹介しましたオーストラリアの有名ショッピングセンタークイーンビクトリアビルディングとタウンホール駅の間にありますコーヒースタンドです。カップがとても可愛らしかったのでコーヒーチャージとして利用させていただきました。一方でご覧のような焼き菓子や手作りサンドイッチなどの提供もございましたので、テイクアウトしていただいて食べ歩きをするにもいいかもしれません。ちなみにオーストラリアのコーヒー店いくつかおすすめあるんですけども、結構閉店が早いこともありますので、比較的遅くまでやっているこちらの店舗をぜひチェックしておいてほしいです。とはいえ前回の動画でもご紹介した通り、クイーンビクトリアビルディング周辺は営業時間に少しだけムラがありますので、事前にチェックされることもお勧めします。そしてもう一つご紹介したいのがこちらのザ・グラウンズ・オブ・ザ・シティです。2012年に新鮮で健康的な食事を楽しむために集まれる場所というコンセプトでシドニーに誕生しました都会のオアシスザ・グラウンズ・オブ・アレクサンドリア。そんな緑あふれる施設を街中でも楽しめるようにと誕生したのがこちらのザ・グラウンズ・オブ・ザ・シティです。今回はコーヒーのテイクアウトで訪れたんですけれども、お店の外もお店の中も SNS 映え間違いなしな空間だったので、ぜひ余裕があれば店内でも楽しんでほしいです。ちなみに豆知識としてシドニーのコーヒー文化はイタリアから輸入されたもの。ただ私イタリアに行ったことあるんですけども、イタリアのエスプレッソドリンクよりもむしろオーストラリアのエスプレッソドリンクの方が美味しい印象でございますので、コーヒー好きな方はオーストラリア飽きることなく、ランチの後、夕食後、そしてモーニングのタイミングの3回コーヒーを飲めるような、そんな過ごし方もできるかもしれません。続いてご紹介しますのはイーストバンクカフェバーピッツェリアでございます。オペラハウスの近くで今回ランチをいただいたのがこちらの店舗。イタリア料理がメインになるんですけども、ハンバーガーも有名でございます。実はシドニーというのはイタリア系の移民が多いとの背景から、こういったイタリア料理が発展しているというところもあるのかもしれません。イタリア料理でございますので、ピザやパスタもおすすめでございますし、牡蠣や魚など魚介類系の料理もおすすめでございました。ただ個人的に気になったのはハンバーガー。この日もランチタイムにハンバーガーをいただくことにしました。旅の中でも様々な料理を試したんですけれども、お肉が美味しいシドニーだからこそハンバーガーもいただきたいなと思ってこちらの店舗を探しております。合わせてこちらのビールもいただいてました。ビールもいくつかいただいたんですけども、こちらのジェームス・ボーグス・プレミアムというタスマニアビールのブランドはよりフルーティーな印象でございましたので、気になる方はぜひ注文してみてほしいです。そしてこちらが和牛ビーフバーガーでございます。和牛と言いつつ実は和牛じゃないこともあるかもしれないですけども、こちらはしっかりと肉の旨味を感じられたので、ちゃんとした和牛なのかなと思っています。日本でいうとマクドナルドやバーガーキングに慣れてしまっている方もいるかと思うんですけども、やはり美味しいハンバーガーはしっかりとお肉が美味しいので、ちょっと妥協してハンバーガーというイメージじゃなくて、しっかりハンバーガーをいただきたいという時にお勧めできるような店舗でございました。続いてご紹介しますのはダーリングスクエア、そしてダーリングエクスチェンジ図書館です。多くの観光客で賑わいますシドニーの湾岸エリアダーリングハーバーの再開発計画としてオープンしたダーリングスクエア。
ここに来れば何でも揃うをコンセプトに20以上のカフェやレストラン、ビューティーサロンやアパレルなどが立ち並びます。特に注目すべきは日本人建築家隈研吾氏が設計した木製のコミュニティセンターザ・エクスチェンジ。先ほど映してたんですけども、まるで鳥の巣のような特徴的な建築物になっています。その中ご紹介しますのがメッシーナというジェラート店。先ほどイーストバンクさんでご紹介した通り、シドニーはイタリア系の移民が多いとの背景からイタリア発祥のジェラートも実は有名。その中でも特に人気が高く行列ができるお店がこちらのメッシーナです。メッシーナが大切にしているのは100年前に使われていなかった材料は使わないということ。健康意識が高まる今日においてとても嬉しい取り組みです。無着色、無香料、防腐剤なしでありながら見た目はしっかり美しいのでただただ感心できるようなジェラート店でした。そんなメッシーナさんと同じくダーリングスクエア内にありますのがこちらのスムージー店、シーズンスクエアジュース&スムージーです。新鮮なフルーツの組み合わせで提供されますスムージーは満足感たっぷり。なんとこちらのお店も砂糖、人工香料、人工着色料、保存料を一切使用しない安心素材。パッと見どんなドリンクかわからないんですけども、メニュー一つ一つにどんなフルーツを使っているかの説明がありますので、じっくり一つ一つ確認していただいて気になるものを注文してみてほしいです。今回はこちらのアメジストというメニューとサンチェイサーというメニューをいただきました。先ほどからコーヒーもご紹介してますけれども、オーストラリアはこういったスムージー系のドリンクも飲み歩きできますので、そこもとても素敵な部分ですよね。さて、続いてご紹介しますのは寿司&グリル@ヨークストリートさんです。こちらはクイーンビクトリアビルディングからすぐ近くにあるお店でございまして、日本料理と韓国料理が楽しめるお店です。ただご覧のように日本料理感が強いお店でございますので、韓国料理よりも日本料理を楽しみたいという方にお勧めできるような店舗です。店頭には提灯が飾られていまして、店内は和風の装い。メニューは様々提供されていまして、カレーやカツ丼、うどんなどもありますが、やはり注目はお寿司。お寿司の種類も非常に多くて、今回いただいた一口サイズのお寿司や天ぷらロールといった変わり種もございました。またランチセットを注文することでお得にいただくこともできましたので、ぜひそちらも注文してみてほしいですし、日本料理ということでお弁当スタイルでいただけるようなメニューもございました。今回はロール系のお寿司をいただいたんですけれども、握り寿司のメニューもございましたので、そのあたりはお好みで注文してみてほしいです。またテイスティングメニューといった形でコース料理いただくこともできますので、気になる方はそちらで一通りのメニューを楽しんでみてほしいです。またドリンクは日本料理店でありながらワインやウイスキーと様々ございましたので、困ることはなさそうです。もちろん日本酒等もありました。その中、この日は日本の定番でありますアサヒスーパードライに加えまして、こちらのビクトリアビターといいますオーストラリアで代表的なビールもいただくことにしました。先ほども一つビールご紹介しましたけども、お店に入ってもどれが定番のビールかが分かりづらいこともあるかと思いますので、ぜひ今回の動画を参考にしていただければと思います。そしてこちらがシグネチャーロールのハーフ&ハーフ、レインボーロールとグリルドサーモンロールになっています。ご覧のように日本人にとっては定番である海苔で巻いた巻き寿司があまりないのも海外のお寿司の特徴。海苔自体を消化する体の機能は日本人にとっては当たり前でも、欧米人を中心に先祖代々大陸で育ってきた人たちにとってはお腹を壊すリスクも海苔にはあるようです。そんな背景からお寿司自体も独自のスタイルに進化しているのかもしれません。こちらクランチブラウン天ぷらロールでございます。ちょっとスパイシーな風味でありながらも見た目からもインパクトがあるこちらのお寿司、かえって日本では食べることができないようなメニューかと思いますので、ぜひこちらの店舗に訪れた際には注文してみてほしいなと思いました。続いてご紹介しますのもアジア料理です。こちらはキングウェイマーランタンというお店でございまして、中国発祥の辛みが癖になります麺料理マーランタンのお店です。オーストラリア料理を一通り堪能して少し気分を変えたくなったのがこちらのお店です。お値段は量り売りで決まります自由なスタイルが魅力のこちらの店舗。ご覧のように具材も非常に豊富でありつつ、スープも10種類から選ぶことができますので、優柔不断な方は要注意。この日は3段階ある辛さのうち1段階目の辛さでありますクラシックスパイシースープをセレクトしました。
シドニー周辺にも様々なお店があるようでございまして、似たようなマーランタンのお店もあるようなんですけども、衛生面含めますと、ここはとてもおすすめだということでございましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。ちなみにスープのメニューの中にはジャパニーズうどんスープみたいな変わり種もありましたので、そちらもぜひ注目してみてほしいです。さて、値段は 500g で日本円にして約1700円程度でございました。見た目からもわかるかもしれませんけれども、しっかりと辛かったので、辛さが苦手な方は辛さなしのスープを選ぶのも良さそうです。さて、そんなマーラータンのお店の後にいただきましたのがマックスプレーナーチョコレートバーさんのコーヒーです。こちらは1996年にイスラエルで誕生しまして、チョコレートを楽しむお店として注目を集めているお店。実は少し前まで日本でも原宿や空町に上陸していたようなんですけれども、残念ながら現在は撤退しています。とはいえ、上陸していた当時は店舗ごとでもメニューが異なるということもありまして、土日には行列ができるほどの人気があったようです。ご覧のようにチョコレートを使ったたくさんの魅力あふれる焼き菓子がございますので、お腹に余裕がある場合にはこちらのチョコレート、そしてコーヒーをいただいて、テイクアウトでもいいのでいただいてみてほしいなと思います。こんな形で小分けしたチョコレートのパッケージもありましたので、お土産用に買っていただくのも良さそうです。さて、こちらはいただきましたフラットホワイト。お値段も500円前後でいただくことができまして、パッケージもとても美しかったです。チョコレートの楽しみ方を再発見できるこちらの店舗、ぜひお試しください。さて、様々ご紹介してきましたシドニーグルメもこちらで最後にご紹介しますのはチョップハウスシドニーです。こちらを最後にご紹介していますのはオージービーフが間違いないお店だからでございます。やはりオーストラリアといえばオージービーフ。せっかくの旅行だからこそ絶対に後悔しないクオリティをいただきたい方に超絶おすすめしたいお店です。今回幸運にもあまり並ばず入ることができたんですけれども、有名店になっていますので予約推奨の店舗です。店内にはインパクト大で保管されたお肉を贅沢にいただくことができます。お店に入りますと、メインダイニングの天井はアーティスティック。実は牛の肋骨をイメージしているとのことで、まるで牛のお腹の中で牛肉を食べているような不思議な体験ができます。この日にいただきましたのはフィレステーキで甘めが多く脂身少なめ、他にもサーロインステーキ等もございました。そしてせっかくなのでお肉と一緒にワインも味わってみてほしいです。ワインに関しましてはその日ごとで店員さんのおすすめもありますので、ぜひ聞いてみていただいて、ご自身が気になるようなテイストのワインをいただいてみてほしいです。合わせていただきましたのはこちらのフライドオニオンリングス。もちろんオニオンリング以外にもポテト等もありましたけれども、先ほどご紹介したようにハリケーンズグリルさんで私はポテトをいただきましたので、今回はオニオンリングをいただくことにしました。そして今回インパクト大でめちゃくちゃ美味しかったのがこちらのアイフィレ 200g でございます。200g とはいえ日本円で約6000円程度。ただめちゃくちゃ美味しかったので、ぜひ味わってみてほしいです。繊細な味わいでありつつ噛み応えもあり、口の中で風味が存分に広がっていくような印象のこちらのお肉。塩がすでにまぶしてありますので、まずはこの塩味でいただくのがおすすめ。そしてこちらのソースをかけていただいて改めていただくというのももちろんおすすめでございます。もちろんお財布事情もあるかと思いますけれども、胃のキャパも上限があります。ぜひ限られた食事の回数だからこそこちらも試してみてほしいです。以上、今回は完全攻略シドニーグルメ15選としてご紹介させていただきました。オージービーフはもちろんのこと、お寿司だったりとかハンバーガーだったりとか、あとはコーヒーメニューも幅広くご紹介しました。もちろんパンケーキもおすすめでございますし、コーヒー自体に関しましてはそのテイクアウト用のカップですらすでにおしゃれでございました。日本でもいろんなコーヒー店がありますけれども、これほどカップにこだわっているようなお店はあんまり多くないなと感じていますので、そういったところは見習ってみてもいいのかなと思うような部分もありました。あとはオーストラリアの今回の旅では一切現金を使いませんでした。ということでキャッシュレスがとても進んでいて、カード自体も日本だと IC チップを入れて暗証番号を入れてたまにエラーになっちゃったりということもありますけれども、オーストラリアではタッチだけで完結。そういった IT 部門の進化も感じられるようなとても魅力的な国でございました。ぜひ皆さんも訪れてみていただいて旅の思い出を作ってほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。